はい、キーですん。ガンモドキ。は？ガンモドキって。いや、おでんの具。ガンモドキさんですか？東屋ですけど。で、何かガンモドキ。だって東屋って出るやん、ここに。はい、ワンピースといえばですね、伏線の物語と言っても過言ではないと思うんですね。そうですよ。ワノ国でもたくさんの伏線が出てきてますよね。回収されていくエピソードも多いんですけども、新しい匂わせみたいなのもちょっと増えている昨今。いや、もうほんまやで。そう。特に小田先生っつったらもう書き込みすごいやんか。T シャツ1枚のこの柄にしてもなんか匂わせみたいな。もうそうやで、年間256本ぐらいはね、匂わせしてくるからね。いや、それもなんか多いんですかがよくわかんない。月かねえ数字を言われても困んねんけど。本当です。伏線製造機ですね。例えば今、東野君が最初冒頭に言ったみたいにね、ガンモドキと言われたら、ワンピース好きな僕の脳みそは、なんかあんのかな伏線がと思っちゃうわけですよ。ワンピースもそうやん。うまく隠されてることもあれば、明らかにこれ、謎提示してますみたいなセリフもあるわけ。そうですね。さっきも言ったように、書き込みの中で、これは伏線である、匂わせである、謎であるっていうのももちろんあんじゃん。黒ひげって場面によって歯の位置変わったりとか、確かに装飾品変わったりするやんか。明らかに見た目でわかる謎っていうのも多いんやけど、ありますね。セリフによる謎。いや、もうそのなんぼでもあるやん。これを今回、気になるのを30個集めました。30個というわけで今回は、セリフから見る超絶気になる伏線30選というわけで今回は、コマからではなく、セリフを中心に集めた30選をちょっと紹介したいんですね。はい、ということで早速一つ目なんですが、こちら。俺は死なねえぜ。相棒。分割でセリフ言う人はないねん。ああ、そうなんや。一人のセリフなんで、これ。はい。これロジャーのセリフですよね。レイリーのね、ところで回想で出てきた時に言ってたんですけど。これちゃんね、毎週出てるセリフな気するわ、これ。ほんまやな。これどう思う東野くん、これ。いや、もうこれいろいろ言うてきたよ。ロジャーの意志だけが生き残ってるとか、ほんまに生き残ってるとか、いろいろ言うてきたけど、俺はロジャーは死んでると思うよ。そう、ここ特に、死なねえのところに、点々点が振ってあるのがポイントじゃないですか。ポイントやね。だからこれは、ロジャー自体に別に匂わせがあるっていう、もうセリフが意味深すぎるっていう意味で、今回のそのセリフだけの謎っていうものの、一番みんなが想像できる分かりやすいやつじゃないですか。そうやな。はい。じゃあ2人目。はい。10人は欲しいな。これも2週間に1回ぐらい言ってる。これ麦わらの一味の仲間が増えるんじゃないかっていう話題になったら絶対出てくるセリフですけど。こちら誰のセリフですか？ルフィですね。ルフィがもう1巻1話で言うたね。旅出た時に仲間が何人欲しいかなって言った時に10人は欲しいなって言った。そう。まずは仲間集めだ。10人は欲しいなというふうに発言してるんですけど。いや、まさか97巻もだって10人もおらんとは思わんかったよね。ルフィ入れて今10人なんで、ルフィ船長抜いたら今9人の仲間がいることなんですね。そう。だからルフィはベスト11を作ってるんよね。どういうこといやいや、11人やから。いや、なんでそのサッカーリーグみたいな感じだからジンベエが加入して9人なんで、最後の人がヤマトじゃないかとか、じゃあ海軍側の誰かじゃないかとか、コビーじゃないかとか、まあいろんなことを言われるわけなんですけども、それ以上増える可能性もあるんでね、無駄なことはないと思うワンピースなんで、10人という数字はなんとなくちょっと気になりますよね。そうですね。はい、続いて3つ目。あのゴムゴムの実を食べてなんて。あ、これコビーね。よくわかんじゃん。いや、僕、この辺、やっぱゴムゴムの実周りはめちゃくちゃ詳しいよ。ゴムゴムの実周りって何や他に何の周りがあんのこれほんま。いや、シャンクス周りとか。ほんまや。確か得意やな。お腹周りとか。ワンピースの初期に出てきたこうセリフなんで、悪魔の実は何かとか、どんだけ希少なものかっていうのを説明する人物も必要なんで、説明の一部とも読み取れるわけなんですけども、あのゴムゴムの実っていうのはちょっとなんか違和感があって、新世界入ったり、海軍の中でもゴムゴムの実ってあんまり話題になってないやんか。そうやね。前任者が、例えばロジャーとかが食べてたら、あのロジャーと同じ実を食べてたなんてみたいな会話になったりとか、ゴムゴムの実を使ってるから脅威だみたいなことが、会話があってもおかしくないのに、それを言った人物は作中ただ一人コビーだけなんだよね。俺最近思った説言っていいですか？はい。俺これロックスがゴムゴムの前任者ちゃうんかなと思ってんすよね。いや、それだったらさすがにガープは気づく。ガープはだからこそ黙ってるみたいな。なんでいや、こいつロックスの実食いよったな。だから情報規制もされてるから、もうみんなが気づかへんみたいな。そうか。若い会は現地知らなかったもんな、そういう事実をな。だからなんか自分の思いと反して海賊になんか成り上がってみたいなシャンクスのことを恨んでる描写もあったんかな。そう。なるほどな。そう。ガープとか戦国とかはある程度、そのゴムゴムの実とかは知ってそうな気もする。そう、だからゴムゴムの厄介さを知ってるからこそ、赤犬とかもめっちゃ怒っとったんちゃうんかなっていう。なるほどな。そう。 4つ目、世界を買っちまえ。うわ、これ、サンボマスターのセリフですね。いや、出た。もうサンボマスター言うか、博士太郎のやめても。なんか博士太郎に見えてきてん、最初。かな
かり情熱大陸でこの珍獣島も大陸やから。情熱大陸でしたね。いやもうほんま歌下手すぎて絶対ジャスラック怒ってけえへんやつやんなの。お前には必ずいい仲間が集まる。ワンピースはお前が見つけて世界を勝っちまえ。この辺ってまあ連載初期なんでね、そうやね。確実に終わりが分かってる前提で書いて説明してるキャラが多いと思ってるんですよ。お前には必ずいい仲間が集まる。もう分かってんじゃん。もうルフィ予言もう予言ですよね。ガイモンのこの予言の一つ目が当たってるんで、見つけて勝っちまえも多分当たると思ってるんだけど、なんだろうな、見つけることはまあいいと思うんだよ。勝っちまえってどういうことなんだっていう。そうやねんな。世界を買うっていう発想がない。だからもしかしたら世界をこう統一するみたいなね、もう無謀やけども20カ国あるでしょ、世界征服加盟だけでも。その他にもたくさんあるわけやんか。その地球とは言われてないけど青色の星を統一するみたいなことが実はワンピースじゃないかみたいなことを初期の頃にねよく考察されたよね。まさにね、衛星が中華を統一するのと同じそうですよ、感覚ですよね。そういうことです。はい。あれ今日キングダムの例え出ませんね。ワンピース要素強いんで。僕なんかそういうこと言うかなと思ってちょっと振ってみたんやけど、そうね、全然あれやったな。皆さん今日ね2本目の撮影なんですけど、彼さっきのに使い果たしたみたいな体力を全然喋りません。じゃあ次行きましょう。5個目、グランドラインでまた会おうってよ。銀ですね。お、すごいや。なんかセリフ当てクイズになってるけどみんな知ってるバラティ編ですね。その最後で、グランドラインでまた会おうってよっていうことを伝言をね伝えられて、それが銀からの伝言なんですけど、だからサンジと銀はまたどっかで出会うんだろうと。これ呪いの言葉よね。なんでよくわからんキャラが出てきたらこいつ銀の生まれ変われちゃうんかみたいな。最初ね、銀が姿変わったんちゃうんか。そう、最初キラーの正体が分かってない時は銀やとマスクしてるしと言われてたけど、そういうのが面白いけどね。もう和の国やぞ、もう来られへんやろ。戦力的にはどうなんっていうのもあるけど、個人的に銀好きなんでサンジとの再会を果たしてほしいかな。もしかしたらね、グランドライン前半アラバスタとかに帰った時に銀が普通にコックとか言ってるかもしれんね。あ、グランドラインの間ねみたいな。コックやってんの？なんで？いや、チャーハンに憧れてよ。チャーハンに憧れてなんだ？そうそう、俺はあの時海で食ったチャーハンが一番うまかったんだみたいなのを話しながらお客さんにチャーハン出してるんよ。チャーハン屋やってんの？そう、すごいやん。グランドラインまで行ったけどもうちょっと疲れちゃったと思って、こんなバラシで働いてるはい、6個目、夢か定めか。誰ですか？ウープスラップですね。もう知ってる？この間やったよ、イーストブルーのあれなんちゃらみたいな。ウープスラップってね、風車村の村長になるわけですけども、ガープとその妻、ドラゴンとその妻、つまりルフィの母親のことまで知っている存在だと思うんですよ。まあな、ルフィが海賊王を目指すことはルフィだけの夢、目標ではなく、モンキー家にとっての定めなのかなっていう、そういう意味深なセリフがあるよね。ある。だから何なんだろう、このモンキー家とかその風車村とかイーストブルーってなんかこういう感じなんだいね。なんなんすかね、この匂わせ。ほんまその辺もちょっと教えてほしいよね。ワンピースってジジイババめっちゃ情報持ってる説ない？あるよね。ロックスとかも突然出てくるんやもん。でこの後ね出てくるんやけど、生きていたのか D の意志は、はい、7個目なんですけど、クレハですね。こいつもワンピースの人間界を代表する最高齢ババアやね。いやもうそうですよ、すごいですよ。142歳でしたっけ？141歳ですね。すごいんで、やっぱジジババは昔の歴史をちゃんと持ってるっていうのは怖いんだよね、匂わせがね。うちのスタッフのね、イクのおばあちゃんは102歳でしたっけ？101歳で出前のピザとかむしゃむしゃ食うらしい。ジュエリーボニーから思うよ。ハッピーだね。はい、8個目。はい、桜だ。山いっぱいの鮮やかな桜を見た。ヒルルクだね。はい、そういうことなんだよね。僕ら日本人からしたらもう桜なんかもう見慣れたもので。いやもうそうよ、毎日来てるしね。天使ですか？それぐらいなんか当たり前にあるものが、ワンピースの世界で当たり前じゃないところが面白い描写になっているんですけども、これ山いっぱいの鮮やかな桜を見たっていうのはどこで見たのと、描写としてね、和の国にも桜あるし、ロジャーと白ひげがあってところも桜あったんで、でも世界の何か所かにはあんのかなと思ったんだけど、このヒルルクが見た桜がどこなのかっていうのは今のところ分かっていないので、謎ですね。はい、それは早く知りたいです。はい、続いて9個目。ならばなぜ我々は誰ですか？将軍君。スタッフがクスクス笑ってる。将軍君。言いそうじゃない？言いそうや。はい、こちらコブラなんで、あながち間違ってないんだよ。20の王族から抜け出したネフェルタリ家だよね。はいはい。抜けなくても光月家が作り出したポーネグリフという形で歴史を紡ぎ、世界政府に対抗できるようならば、なぜ祖先は20の王族から抜けたのかと、そもそもね。なるほどね。はい、もっと早く光月家の国とつながればという意味なのではないかと。アラバスタヤバタニ園なんでね、今ね。ヤバタニ園ってそんな簡単でいいけど、ね、軽いんだよ、ヤバタニ園って。女子高生並みのヤバさしかないよ、それ。アラバスタしか勝たん。どうしたんほんま。憑依したんかな。憑依してないよ。はい、10個目。エメラルドの都。こちらベラミーが言ってたの覚えてる？酒場で。覚えてない。黄金強化エメラルドの都、大秘宝ワンピース。
海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。空島をバカにしたという。エメラルドの都だけまだ分かってへんやん。黄金鏡もちょっと謎なんで、それって。この黄金鏡の後にジャヤ出てきたからそうなんかなって思うねんけど、ワノ国でも黄金の、まあ確かにね、黄金の国ジパングやからね。ここでいう黄金鏡がジャヤのことと匂わせつつ、実はワノ国のことだったのかもしれないとか。だからそう面白いんだよ。だからこの読み解き方が。大秘宝ワンピースはまあ絶対出てくるんですよ、最後の方ね。でもエメラルドの都ってなんなんっていう、これはねまだ登場してないんです。まあこれはあれですね、レクザどういうことエメラルドだから。あ、ポケモンの話ですか。はい、じゃあ次行きましょう。ありがとうございます。11個目。それに、あいつじゃねえ、あいつらだ。これは潜水を初めて見た時のユウスケのセリフですね。全然違いますね。潜水忍さんっていうのは幽遊白書の登場人物のボスキャラなんですけども、7人の人格を宿っているんですよ。そういう説明でよろしいですか？はい。同じよね、ワンピースでも。黒ひげを見た時のルフィとゾロのセリフなんやけど、ナビは気づいてないんですよ。ね、あいつ、空島について何かしてたのかも、何者かしらっていう時にルフィがちょっと半切れなんかな、この時。さあ、それにあいつじゃねえ、あいつらだ。そう。黒ひげに仲間がいるっていう示唆なのか、黒ひげの人格がたくさんある、一人に対して複数人仲にいるんじゃないかっていう匂わせなのか、分かれへん。分からないね、これはね。この時まで言うとガキンチョやん、まだ。まだね。が気づけたのかっていうこととかも、ちょっと知りたいんだよね。12個目。ある巨大な王国の姿。もうクローバー大先生じゃないですか。大先生って何なのそれ。何や急に大先生。世界的権威よ。説明してもらっていいですかこれ。クローバーってポーネグリフを読み解く研究所ってんけど、その結果を最後五老星に伝える場面があったのよ。そこである巨大な王国とその思想がやばいんやで、みたいなことを教えとったんよ。そしたら撃ち殺されてしまったっていうかわいそうな話やね。いやもう完璧やな説明。ウィキでも読んどるかっていう。ある巨大な王国の姿っていう、その名前すらもまあ分かっていないし、この辺とかさ、まあセリフ言うんだったらそろそろ答え教えてくれてもよくないってそうやねんな思うじゃん。だって小原の頃なんかと比べたら今関数では倍ほど違うんだよ。そうやで。いまだにこれ分かってません。13個目。世界にたった数本。分かる？世界にたった数本。はい。クラマヨーコのセリフですか？何そのヨーコクラマってせめてアメリカの人の名前の逆に読んでる感じ。チャレンジの木は世界に数本しかないみたいな。フランキーの、まあ、セリフなんですけども、ホージュ、アダム、サウザンドサニーゴを作ったその素材になった木ですよ。世界にたった数本。次も意味深なんですよ。その最強の木の名はどんだけ戦争がそこで起ころうとも壊れない木みたいな。チャレンジも壊れなさそうやけどな。もうええわゆうはくん。もうテロップ大変やと思うし、小屋ちゃん見てる人で悠々白書見てない人多分多いと思うんだけど、最近悠々白書も読み始めましたっていう人めっちゃコメントで見んのよ。アニメで見た方がいいよ。ジョルジョ早乙女おるから。ごめん、ほんま東学に経費申請してくれてええで。じゃあ次きまして。14個目。悪魔の実、その能力の伝達条件や解明や。確かに分かんないですね。はい、これはナミちゃんが登場した時に言ってたね、ヘルメッポがね。覚えてますか？45巻ですよね。ウォーターセブン編のね、ラストのところね。僕一番好きな45巻ですね。悪魔の実の伝達条件って何ぞやと。確かにね。アラバスタ編で、ラッスっていうね、犬と銃が、あれが本場、そう謎で、この45巻が出るまでは、物に悪魔の実の能力宿ってるやん。どういうことなんて。そうやね。で、ここで回収されたんですよ。回収はされたんやけど、謎は残ったままなんですよ。いや、そうやねんな。そう、どうやったんねんみたいなね。そうしかも悪魔の実がそもそもどこに宿るのかもよく分かってない。魂なの、体なの、血なのとか心臓なのとか言われとるから謎よね。謎。15個目。今うずくのはこの傷だ。日村謙信。ちょっと傷あるけどもさややこしいねちょっと。NC 戦とかの時に言ってたと思うで多分。いや同じ赤髪やしほんまになんかもうややこしい。シャンクスなんです。そうですね。これリオは世界の天才シャンクス様ですね。そう目のところにかかるように3本線があるんですけど、黒ひげにつけられたっていうね。黒ひげも武器としてね、今はその刀とかの描写あるんですけど、銃とかね、鍵爪みたいなのを作って、多分こういかれたんやろな。その傷があるということで、4校になるほどの男に対して傷を負わすことだけでもすごいんだけど、すごいよ。なぜこの傷だけは治らないのかも僕すごい気になるんだよね。確かにね。すごい何か呪いじみた怨念じみたものもあるんだろうなと思っていますと。16個目。氷の国にてあいつの死体を見た時は。誰それ？モリアですよ、あんたの好きな。もともとオーズを見つけたのは氷の国やんな。死体として冷凍になってたわけよ。その時に古代巨人族がいると。国引き伝説の。氷の国ってどこやねんと。地図とかさ、そのワンピースの星ってある程度その地名出てきたやんも結構ね。最終地点ラフテルだとしてもその1個前、ロードスター島ってとこも分かったし、でちゃんと南極とか
もう北極とかはあるっていうことですからね。そう、じゃあ氷の国ってその付近にはあるんだろうけど、そうですね。なんじゃ氷の国と。謎ですね。そう、ここもちょっとほんと謎めいってるなーって思ってるんですよね。そう思ったらモリって結構いろんなとこ旅してんのよ。もしかしたら清流の出身地かもしれませんね。もしかして四川人の清流さんですか？そうですよ。いやもう魔界に住んでんねんから何が氷の国やろ。次行きましょう。せめてユキナさんとこの国やろそれ。それは違うやん。17個目、とある王国の護衛船団の団長を務め。おー、ブルックですか。そう、ブルックですね。ブルックはね、僕一番セリフ回し嫌いなキャラなんですよ。一番嫌いになった瞬間は、造編、とんでもないことがとか言ってる。はよ言えやべ、どうなったかみたいなことを読者は思ってるよ。そんなことよりもね、みたいなことを言うやろ。言えや、早く。侍の話はこれはキングダムですとか言って、はよ言ったら解決したやと思ったら、好きなんてその瞬間に。なるほど。これ正直な話ね。今好きなんですよ。で、ルフィの前に仲間になるところね、通称鼻歌のブルック、懸賞金3300万ベリー。昔、とある王国の護衛船団の団長を務め、その後、ルンバー海賊団船長代理、音楽家兼剣士と自己紹介をしてるんですけど、なんでとある王国のとか言うの？言えや、ルンバー海賊団が言うんやったら、言えやと。確かに。と嫌いや、こういうところ。はい、これいろんなこと言われてるわけだけども、本当に個人的には全く名もないちっちゃい王国なのかもとか思っちゃうんだけどね、今更言われたって言ってありまあそうね。潰れたんやろね。18個目、船長のあの言葉を。お、シャンクスじゃないですか。はい、そうなんです。レイリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じこと言うガキがいたんだ。船長のあの言葉をということで。今日好評やったら、シャンクスの匂わせ発言ベスト10やる？誰に聞いてんの今。誰にアンケート視聴者。高評価2500超えたら、シャンクスの匂わせ発言まとめやります。3900でしょ。面白い。3900。お願いします。あの言葉っていうのはね、ルフィの夢の果てのことだと思うんですけども、若き日のエースサボも、みたいな、突拍子もないこと言いやがってみたいにゲラゲラ笑ってたんですけど、おでんと白ひげもびっくりしたあの言葉ですよ。そうそう。匂わせっていうもうワンピースの5大謎の一つぐらいな。そうですね。ね、19個目。私はこいつの弱みを一つ握っている。クロコダイルの弱みを握ってるイワンコフですね。そうそう。昔ね、クロコダイルもルーキーだった時代があるわけですよ、ルフィたちみたいにね。で、そこで何かしらの弱みを握られたということなんでしょうかね。これ黒歴史があって、ポヤッキーさんが休んだショックで、この弱みがなぜかロジャーの元カノなんじゃないかっていう、意味わからん考察を挙げたことがあって、だからもともとクロコダイルは女性で女だってホルモンでね。そうでロジャーの元カノだったんじゃないかっていうとんでもない説がありましたね。おとなしく力だけ貸すのなら黙っててあげるけどヒーハー貴様っていうことで、クロコダイルあんまりこう焦ってる描写あんまないじゃん。頭いい、冷静というか、それをこんだけ従わざるを得ないような弱みってよっぽどやと思うんよな。仮に元女だとしても別にそこまで隠す必要ないと思うから、それ以上のことやんか。いや、その辺がだからいつか分かればいいなと思いますね。だからやっぱロジャーの元カノやからこそ海軍に狙われる恐れをビビったよね。はい、20個目、世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。はい、白ひげですね。そうですね。もう白ひげがもうなくなる直前に言った時でね、全国お前たち世界政府はいつか来る、その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。興味はねえが、あの宝を誰かが白ひげ貴様。そうそう、21個目もあるんだけど、あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさということで、2つここでエントリーさせていただきました。めちゃくちゃ震えてる。ジャンプ読んでて、毎週震えたもんね。ロジャーの息子やったんエースはっていうこととか、ワンピースを実在するちゃんと宣言しとるわとか、また新しい時代が開くとか、戦国がめちゃくちゃ慌ててるとか、もうめちゃくちゃ衝撃しかなかった。ここはすごかったね。はい。22個目、体の構造が異形なんだよい。マルコがね、その辺で言ってたことやね。悪魔の実を2つ宿したことは多分作中初の描写でした。みんなびっくりしました。そう普通2つ食べるとどうなるんでしたっけ？爆発するらしいよね。そうって言われてるんですけど、普通の人間ならば絶対に無理だよい。だがお前らもよく知るようにティーチは少し違う。体の構造が異形なんだよい。どういうことですか？結果としては、寝なくても生きていけるみたいなね。それもね、おかしいっすよね。そうそう。それ自体が異形なことが影響してるのか、寝ないから異形になったのかちょっとわからないんですけど、一つ異形らしいですわ。23個目。お前の夢の果てを見れねえことだ。先ほどのあの言葉を、答えがここにあるわけなんですけども、エースもそれをね見届けたかった無念があって吐かれている言葉なんですけども、その夢の果てが97巻経った現在も分かっておりません。分かってない。24個目。彼の手によって魚人島は滅ぼされる。これマダム・シャーリーのね、問題発言ですよね。問題発言ですよね。これでねちょっと状況が2点3点しちゃったじゃないですか。でもマダム・シャーリーの占いはほぼ確実に当たるとされていますから。そう、魚人街の母やからね。どういうこと
する新宿の母みたいな金取っとんかこれ。それ取ってるやろそれ。いや占いには。でもねこれ当たるってことは絶対そうやんか。ルフィの巨人と滅ぼすはもう決定してるの。どういう滅ぼし方すんのが気になるんだね。はい、25個目、約束の日までノアを傷つけてはならん。約束の日に何が起こるんやろね。そう、まず約束の日いつなんてことと何の約束してんのってことですよ。そしてノアこんな巨船どんなんなんと言ったら魚人島ぐらいほぼあったよね。そうよ、巨船ノアってね。いや誰がどこに乗るためのもんなん。そう、海洋類しか引かれへんからね。とんでもない船よね。そこでさっきの匂わせと対をなして考えると、魚人島が滅んだ時にその巨船ノアに魚人島民が乗って脱出すんのかと思うんだけど、それもなんかミスリードな気がしてんのよね。確かにね。ちょっと分からへんな。26個目、俺はあの人に必ずや気に入ってもらえるのに。誰のセリフですか？これはカリブーですよ。へえ。財宝の山と人魚姫の秘密を手土産にすりゃ俺はあの人に必ずや気に入ってもらえるのにと、あの人で誰と。確かにね。そう、これ最近カリブーティーバッグに見えてきてんな俺。分からなくもある。プリズンブレイク今見直してるから特になんかすっげえティーバッグ臭いな思った。確かにブルラー言いそうやもんね。何マイケルやろそれ。そうマイケルスコフリート。ねティーバッグ大会はもう。27個目、ロッキーポート事件の首謀者。そうローなんですけど発言したのはブランニュー。ロッキーポート事件が何かを読者は分かってないから発言すなと思ってんねんけど、これはもう回収されへんのちゃうか。ほんまそれロッキーポートの時の英雄と言われるのはコビーやんか、なんだろうエピソード絶対どっかで出てくると思ってんねんけどな。ワンピースノベルちゃうか。まあそれもあるけど、それでしても知りたいかな。まあね。はい。28個目、俺がもらっちまおう。誰ですか？どうですか、比較的最近まで来ましたけど、これ黒ひげですね。あれね。そうマクマね。おい野郎ども船を出すぞ。海軍に取られるグレーなら俺がもらっちまう。何を？はい物や人ですか、財宝ですか、悪魔の実ですか、うんそんなことじゃないですよね。手柄のことで七部会たちを潰しに行ったのではないかというのが推理されるんですけども。そうなんや。俺古代兵器とかやと思っとったな。これは分かんないんだよね。だからワンピースを狙ってる描写はないから黒ひげが。まあ今んとこね。でも七部会のタイミングで言ってるんでね、これ本当なさなんだよな。29個目、ワポル王より連絡が、リーク情報がある模様。ワポルのリークね。サボーが死んだんじゃないかっていうフェイクニュースとかね、そういった考察ばっか始めてましたけど、ここで確かにワポル王のリーク言うてましたね。そう、これが設計の社員が言ってたわけですけども、これはやっぱりワポル王に連絡があって、何のリークがあるんですかこれ。もうね、エビーが麦わらの一味に加担していた元海賊という情報なのかなって僕は思ってんねんけどな。なるほどね。そうだからやばい目にあったのかなとか。確かに。最後にふさわしいやつを持ってきました。何ですか？ある海賊について話が。よかった。俺これ言わんで一番最初に言おうかと思ってんだ。もうほんまその瞬間にグーパンやわ。ちょっとこれ解説してもらっていいですか？これはですね、匂わせの天才シャンクス様が五老星と会った時に言ったセリフですね。なんで海賊4校であるシャンクスがこの五老星の間に行ったのかっていうのも謎だし、五老星たちも結構歓迎ムードで、君だから時間を取ったとか、この立場でお前を誇れるちょっとまずいんじゃないかとか心配までしてくれとったんですよね。だからもう歓迎ムードちゃうよ、そうだったら。いやシャンクスの心配してたから。なるほど。シャンクス自体は全然時間取ってあんな偉い人たちが会ってくれるから、僕たちもガースとかに時間取ってもらえたらそういうこと言ってもらえるかもしれないよね。ある YouTuber について話がみたいな。いやこれニコ生やられとったから、すがちゃん知り合いっすか？何その総理大臣をそんな簡単に呼べるの？びっくりしてんねん最初。すがちゃんとか石破ちゃんとか小池ちゃんとかがおるまでもう俺らが行くみたいなもんですよ。すごいよそれは。東野くんだから時間を取って。それは何者やってなるわ。そら何者。あえていたことも謎めいてんねんけど、そのある海賊が誰かっていうことも謎なわけですよ。そうやねんな。ルフィか黒ひげかまた別の海賊か。そうだから複数の匂わせがあるということで。そういうことですね。以上30選選んだんですけど、実はもうピックアップしたんですよ自分で。100個ぐらいあるねほんま。あるよね。その中で面白そうな30個選んだんですけど、高評価 3900 言ったらシャンクスの匂わせ発言まとめと、第2弾のセリフの謎まとめ、30選またパート2やりたいなと思ってますので、今すぐ見たい方は高評価と楽しみだという人はチャンネル登録をしてほしいです。みんなのシャンクス愛が試されてます。よろしくお願いしますお願いします。それでは See you! バイ。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。